Fishing Gang フィッシングギャングのよしきです。本日はルアー釣りでルアーを遠くへ飛ばす方法を僕なりに説明していきたいと思います。バスデイさんから出ているバンジーショットの 30g ロッドがエクリプスさんから出ているレクシータ、これの107の MM というモデルを使います。で P ラインは 1.25、 リールがステラの4000番です。僕はキャストするときに比較的に糸の垂らしを長く取っています。ペンデュラムキャストって呼ばれるキャストなんですけど、ルアーが重ければ重いほど垂らしを長く取ります。ルアーの投げれる最高の重さが 45g なんですけど、今 30g のルアーをつけていて、垂らしはこれぐらい取ります。ルアーを投げるときに意識してほしいポイントが2つあります。それはルアーを投げるまでの竿を後ろに振った時のルアーの動きと、前に投げる動きをした時の腕の動きです。キャストの一連の動作ってこんな感じなんですけど、回収するのか。で今の一連の動作の中でルアーを後ろに持ってくるっていうタイミングがあるんですけど、その時に意識してほしいのが、ルアーの重さが一番竿に入る瞬間ってふっと竿先が入るんですけど、その瞬間に投げます。ルアーの重さでロッドを曲げて、その反発で飛ばすっていうキャストなんですけど、速すぎてもたるみが出ますし、逆に重さが完全に乗り切ってしまった後に投げてしまってもどちらにせよたるみが出ます。その糸のたるみがキャストの時に邪魔になるんですよ。要するにルアーの重さが糸のたるみ分乗り切らないので、飛距離がその分落ちます。そして、ロッドに乗り切ってないのにそこからいきなりルアーの重さが乗ってしまうんで、ロッドにも非常に悪いです。ロッドが折れてしまう可能性もあるんですけど、まず1点目に後ろの方の動き、そして前の方の動きなんですけど、キャストしたら腕って前に行きますよね。右手でリールの方を持ってるんで、左手はだいたいグリップエンドの方に行くと思うんですけど、この時に右手でロッドを押し切って左手でロッドを引きます。腕の動きだけで言うとこんな感じです。こんな感じなんですけど、これをすることによってどういうメリットがあるかというと、最後まで投げ切れるんですよ。最後までロッドで押し切れるんで飛距離が伸びます。ルアーに最後に伸びが出るんですよ。押し切らない状態でルアーが失速するのか、押し切ってルアーを最後まで伸ばすのかの違いなんですけど、これが2つ目の、注意していただきたいポイントなんですけど、ロッドの前の動作ですね。後ろで乗せ切ったところですね。ロッドが一番入るところです。ここで飛距離が伸びることによる、いい点なんですけど、やっぱり探れる範囲が広くなります。それはきっとどの釣りでもそうだと思うんですけど、関西でいうショアジギング、シーバス釣りであったりとかでもそうですし、大型の河川でやる釣りや、港湾部でも広く探っていく釣りでも、飛距離が出ることによって狙える範囲はもちろん広くなりますし、出会える魚も増えると思いますんで、皆さんもやってみてください。